ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はビオラを描いていこうと思います。花の形の取り方や描き方、葉のストロークの仕方など詳しく説明しています。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。ビオラの花の形は細長い逆三角形から作っていこうと思います。角の丸い逆三角形を描き、その中央に点を打ちます。その点から上に向かって2枚の花びらを描きましょう。花びらの形も柔らかい逆三角形になります。次に横に向かって楕円形の花びらを描きます。最後に下向きの花びらです。形は下に垂れ下がったようなひし形に近い形になります。横に広がる花びらの根元には白いふわふわの毛のようなものが生えていて、カタカナのハの字の形に見えます。下向きの花びらの根元にはオレンジ色の部分があり、すべての花びらに細い筋が見えました。正面から見たビオラの花の完成です。少し斜めから見た花はさらに細長い三角形から花を描いていきましょう。中央より少し左にずらしたところに点を打ち、そこから花びらを描いていきます。上に向かって花びらを2枚、横向きの花びらは片方が短くなります。下向きの花びらは少し前に出ているような感じになりました。先ほどと同じようにハの字型のふわふわとした毛を描き、下の花びらの根元に色をつけ、全部の花びらに筋を描いて出来上がりです。さらに横向きに近くなった花は平べったい扇形から描いていきましょう。上に広がる花びらはさらに細く描き、翻りを描くと横から見た感じになります。横に広がる手前の花びらは裏が見えているように描きました。ゆるくカーブしたお椀のような形です。下向きの花びらは少し前に出ているように描き、こちらにも翻りを入れました。見えている枠の部分を描き出来上がりです。横向きの花も平べったい扇形から描いていきます。右端の中央の点から3枚の花びらを描きましょう。奥に見える花びらを描き加え、額を描いたら出来上がりです。つぼみは細長い楕円形にしました。葉は柄の部分の先についています。形は楕円形で、縁は丸いポコポコとしたラインです。このような形を基本にビオラの花を描いていこうと思います。使用した色はこのような感じです。一番下のグレーは影で使おうと思ったのですが、あまり使いませんでした。平筆の18番を使って描いていきます。筆の水分をよく取り、後で補充するための水滴をパレットの上に置いておきます。筆全体に白を取り、薄い紫と中間の紫を筆の両端に取り、なじませていきました。白の分量で色の出具合を調節して、好みの色で描いていってください。筆を揺らしながら花びらに筋をつけるような感じで描いていきます。2枚目の花びらは先ほど描いた花びらの上に重なるような感じに描いています。発色が悪いと思う場合はもう一度ストロークしてみましょう。もう少し筋をつけたい場合は筆を立てて、その筆を横に動かしましょう。左右に広がる花びらは少し小ぶりなので、筆のサイズを下げ、平筆の10番にしました。
花びらの色の紫をもう少し強く出したかったので、パッションという紫を多く取っています。先ほどと同じように筆を揺らしながら描いています。下に広がっている花びらを描くときには筆を平筆の18番に戻しました。逆方向から筆を入れることによって花びらの形を整えています。少し斜めから見た花も同じようにストロークをしていきましょう。花びらの形は少し細長くなります。ビオラとパンジーは似ていますが、花の大きさで区別するそうです。目安として花の直径が 4,5 センチより小さいものをビオラ、それより大きいものをパンジーと呼ぶそうです。丸みのある華やかなパンジーの花についても初めてのトールペイントナンバー66で解説していますので、よかったら見てください。今回の花はパピヨンワールドという蝶が舞っているようなビオラの品種をイメージして描いています。横向きに近い花はさらに花びらを細くします。筆を立て筋を付け加えているところです。手前に見える花びらは小さいので筆を平筆の8番にしてみました。後で白のサイドローディングを入れて花びらの裏が見えているような感じにするつもりです。横向きの花は奥に見えている花びらを先に描き、後から手前の花びらを描くと描きやすいと思います。白のサイドローディングで花びらの翻りを描いていきましょう。花びらを明るくするハイライトとして使ってもいいですね。白で下の色が消えすぎたと思い、ダブルローディングで翻りを描き直しました。平筆では幅が広すぎると感じる場合は、丸筆を平筆のようにしてサイドローディングをすることができます。いろいろな向きの花の例です。ここからは左の方や下の方を向いている花や少し色味を変えた花などを描き加えていきます。少し青っぽい花にしようと思い、ミッドナイトブルーやオーシャンリーフブルーなど自分の持っている青をパレットに出し、白などとブレンドして花びらを描いています。この花びらは紫が外側に来るように描きました。つぼみはダブルローディングで S ストロークをつないでいます。この花は白っぽく青みがかった花にしようと思いました。濃い紫で花びらの筋を描いていこうと思います。絵の具を水で薄め、細い線が描けるようにします。さっさと払うようにして軽いタッチで描いていきましょう。花芯から外側に向かって放射状に描いていきます。水色の花びらには濃い青を使いました。水分をよく切った筆先に白を取り、
パレット状で絵の具の量を調節して花の中心を描いていきます。トントンと叩くようにして横に広がった花びらの根元に絵の具を落としましょう。カタカナのハの字のような形になります。オレンジと黄色をミックスした色で下に広がっている花びらの根元に色をつけていきます。花びらの色が濃い紫なのでオレンジの色がよく出ませんでした。そこで白を一度塗ってからその上に重ねるようにしました。明るい色に仕上がったと思います。葉を描いていきます。茶色と緑、黄色を混ぜ葉の色を作りました。緑と黄色のダブルローディングで描いていきます。葉の外側のラインを目安に小さい山を作るようにストロークしていきましょう。絵の具をつけ直し、水分を足し、また続きをストロークしていきます。ストローク終わりの直線的なラインが気になる場合は、逆から筆を入れて形を整えましょう。思ったように葉の形が整えば1回のストロークでもいいですね。花と花の間を埋めるように花から外側へ広がるように葉を描いていきました。額は丸筆の2番を使って描いています。黄色を筆先に取って筋を見せるようにして描いても良いと思います。茎はライナー筆で直線にならないように描きます。ゆるくカーブさせ柔らかい感じが出ると良いと思います。植木鉢はあまり存在感のないように仕上げようと思いました。まず植木鉢の部分に薄く水を引きます。その時葉や花の部分は避けるようにして塗っていきましょう。そして水で薄めた焦げ茶色をさっと薄く伸ばします。先に水を引いているので絵の具が自然に広がっていく感じです。花との境目は少し重なっても大丈夫です。水で湿らせた綿棒で軽くなぞれば拭き取ることができます。葉脈は葉の色に合わせて色を変えています。奥に見える葉は薄い緑をランダムに塗ることで表現しました。少し筆跡を残す方が平面的にならずいいのかなと思います。植木鉢はバーントアンバーのサイドローディングで立体感を出すようにしました。植木鉢の横の部分や上の部分に影を入れています。サイドローディングした筆を横に動かし、植木鉢の丸みや質感などを表現してみました。こんな感じでビオラの絵を描いてみました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。